皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのガルです。今回はカウンターですね。カウンターをうまくやる方法を紹介したいと思います。このカウンターなんですけど、このカウンターはやっぱりなかなか難しいと思います。正直難易度としてはやっぱ初級者っていうよりは中級者ぐらいとか、その初中級者にこう入れ替わるぐらいの時期に覚える技術にはなると思うんですけど、やっぱりかっこいいし、試合中にこうドライブとか打たれた球をこうパンとカウンターできたらこう一発でこう逆転できたりとか流れを変えることができると思うんで、ぜひねカウンターうまくできないっていう方はこちらの動画参考にしてみてください。で、一つ注意なんですけど、これはもう絶対守ってほしいことです。最初に注意だけ言っておきます。ブロックができない人はこれ絶対できないんで、ブロックをまずできるようになってください。そもそもブロック自分あんま得意じゃないんですよ。だからカウンターを教えてください。これはもう絶対無理。100無理。言い方めっちゃ悪いんですけど、ほんまに100無理です。絶対無理。だからもう無理っていうのを頭に入れておいてください。だからカウンターをいきなり覚えるっていうのは絶対なしです。ブロックがある程度しっかりとできる人であれば、カウンターっていうのは身につく可能性があると思っておいてください。なのでまず自分が今、この動画せっかく見てくれた方いると思うんですけど、まずねブロックある程度しっかりと自分のレベルの中でできているのかっていうのを先に確認してほしいです。で、それがある程度できるっていうんやったらこの先ぜひ見てほしいんですけど、そもそも攻撃しかできへん、ブロック全然得意じゃないんですっていう方はもう多分ここから先見てもらってもあんまりうまくいかないと思うんで、そこだけ注意しておいてください。はい、ということで実際カウンターやっていきたいと思うんですけど、なんでこんなにうるさくブロックできなカウンターできへんっていうことを言ってるのかっていうと、ブロック技術なんですよ。カウンターってカウンターが攻撃技術やって思ってる方結構勘違いされてる方多いと思うんですけど、カウンターっていうのはブロック技術の延長線上にある技術がカウンターなんですね。決して攻撃するための技術じゃなくて、守るために守ってたらこの球やったらいけそうやんなーっつってこうやってカウンターするようなものなんで、やっぱりこのブロック力、結構ねこのブロックの感覚にも似てるんですよ。ブロックの感覚に少し攻撃を掛け合わせるっていう感じなんで、攻撃の技術がいくらあったり攻撃の感覚がいくらあっても結構このカウンターっていうのはうまくいかないことが多いです。なのでここまで口うるさく言ってるんですけど、それでは実際にこのカウンターのやり方の方を説明していくんですけど、このブロックの延長線上でどういう風にカウンターに変わっていくのかっていうのもぜひ見てもらいたいなと思います。それではやっていきます。まずはこうやってしっかりブロックできるか、初めはコース分かっているところで練習したいと思います。こうやってできるか、これができたらこれができます。まず、これね実際今このブロックの延長線上でこうやってカウンターやったんですけど、これはしっかりとメリハリのあるところで技術としてやったと思うんですけど、最初はここまでいきなりパーンってしっかり弾けなくてもいいです。でもポイントだけ今から説明していきます。まずね1つ目のポイントは、このブロックの延長線上にあるんで、このブロックっていう形をしっかり作ってください。1回相手がドライブ打ってくる際にブロックっていう構えを1回作るっていうのがポイントです。なんかねこうバックドライブ打ったろみたいな、こんなんやろうとしたらもう今みたいなおかしくなっちゃうから、まずは相手にドライブ打ってきたブロックしようみたいな、これねブロックの構えをこうやって1回作るっていうのが大事です。ブロックの構え作ってカウンターうまく難しいって思ったら初めはねこうやってやっぱブロックにしようでも全然 OK。 こういう形でまずブロックの体勢をしっかりと作るっていうのがポイントです。ここでも一緒。まずはこのブロックの形を作る。まずねこのブロックの形作ってこうカウンターする、こういう形ね。ブロックの体勢作ってカウンター、こういうことね。はいっていう形でやってもらえればうまくいくと思います。続いて2つ目のポイントなんですけど、2つ目のポイントはこのブロックの体勢作ってカウンターってする際にやっぱりねボールが少し
高めの球の方がやりやすい。相手が打ってきた球がある程度こう弧線が描いてるようなものの方がやりやすいんで、最初はねちょっとこう弧線が高い球を選んでカウンターする練習っていうのをやってもらった方がいいと思います。低い球は結構難しいです。ループって言うんです。これカウンターするの結構難しいんで、弧線出てる球、こういうのは比較的こう今みたいに上から叩きやすいですね。自分ミスしちゃってるけど、こう上から下にこう下ろしやすい。だからこういうところを意識してください。こういう感じね。まずはこういう球を選んでいきましょう。この高い球を選ぶ際にこう遅いからこうね、初めはこう中にはうわーって待てずにこう結構いっちゃう方多いですね。ちょっといきます。こんな感じでこうなんかもうおかしいですね。今入ったけどもおかしなことになっちゃってるみたいな方いると思うんですけど、これはもうたまたま入るとか、なんかタイミングたまたま合ってるかはみたいな入るみたいな形だと思うんで、そうじゃなくてある程度こう引き込んでボールがネットより高い位置まで待つようなイメージね。待ってカウンターするっていうのが大事です。我慢して我慢して、こうみたいな。待てない人はね、もうこうみたいな、こうやってパバーンっていっちゃうから頑張って待ちましょう。初めは待って待ってカウンター。いきなりね思いっきりパーンっていかなくてもいいです。今ぐらいコツンっていう感じでも大丈夫です。自分とか結構シェイクだと結構ね難しいんで、今自信ないからわりかしこうゆっくりいってるんですけど、自信がねついてくればどんどん速くしていけばいいと思います。こういう風に自信あったらこうやっていけばいい。もう自分はもうやっぱペンじゃないとカウンターうまくこうはできないんであれなんですけど、シェイクやったら自信ないからもうちょっとゆっくりめでいいからこういう形でカウンターしてもらえればいいと思います。続いて最後ね、3つ目のポイントなんですけど、3つ目のポイントはやっぱり球をしっかり選ぶ。練習方法、ちょっとこれは練習方法にもなっちゃうんですけど、ちょっとじゃあグッチさんクロスにドライブしてもらいます。クロスストレート、ブロックしっかりしてる最中にこう自分のタイミング合わせる。で今無理な球に合わせにいった。自分は今完全に無理な球に対してこう合わせにいったので、いける球を探す。いけるっていうタイミング見計らってやる。だから完全にブロックの延長線上なんですよね。いけるかな、これいけるみたいな、こうやって探す。で今のとかは間違ってないけど単純に自分のこの、自分が待ちきれなかったんですね。思ったより遅いってなって待ちきれなかったみたいになっちゃってミスしてるんで、この辺をちょっとずつ自分の中で修正していく。ごめんなさい、これはいけるなとか、こういう形でまずねこうワンコースとかでいいからちょっと連打してもらって自分で球を選ぶ癖をつけたらいいと思う。こうやって選ぶ癖をつける。ミスしてもいいから選ぶ癖をつけてカウンターをする。何でもかんでもカウンターできるって思わずに、ちょっと弧線が高いとか、球の深さがちょっと浅そうやからカウンターしやすいとか、自分の中でルールを決めて、そのカウンターしやすいものっていうのを決めて、それが来るまで我慢するとか、それが来るように崩す練習をして、崩れた球だけカウンターするとか、そういう形でやってもらえれば実践に結構応用しやすいのかなと思います。ということでね、今回、このカウンターをやる方法、やるコツっていうのを紹介したんですけど、結構ほんまに中級者以上とか中級者ぐらいになるともうこうカウンター技術って誰でもできるというか、結構必需品になってくると思うんですけど、やっぱりそういうレベル、中級者以上の人のレベルっていうのはブロックの延長線上でカウンターしてると思います。てかカウンターを攻撃技術やって思ってカウンターしてる人ほんまにいないと思うんで、ぜひねそこら辺結構初中級者のこの間でさまよってる方は、どっちの技術か分からへんとか勝手に攻撃の技術や振ってるからね攻撃技術に見えちゃうんですけど、攻撃技術やと思ってる方すごい多いと思うし、やっぱり質問される時にもそういう
質問のされ方するなってやっぱり思うんで、ぜひこの辺、この考え方っていうのをそもそも変えて、なんでカウンターができてないのかっていうところをまず確認してからカウンターの練習をしてほしいと思います。ブロックできへん人はカウンターできへんからもうやめた方がええよっていう話を最初にしたんですけど、中にはちゃんと最後まで動画見てくれた方もいると思うんですけど、うまくできない場合はブロックをしっかりまずできるようになってください。ブロックをまずしっかりできるようになった人やったら、その先にやっぱりこのカウンターっていうのができるようになってくるし、やっぱりその中級者上級者とか上の方で勝っていこうと思ったら、攻撃技術だけで勝てるっていうことはなくて、攻撃の時もあれば守らんといかへん場面もあるし、両方うまくできないと中級者とかにはなっていけないと思うんで、ぜひね、この攻撃技術だけじゃなくてブロック技術っていうところにも目を向けて、その中からカウンターっていうのを覚えていくっていうのをぜひやってほしいなと思います。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。